鉄話、日本国有鉄道史、労働運動の台頭ということで本日もお話をさせていただこうと思います。今回は講和条約発効連合に伴う国労の分裂ということでお話をさせていただこうと思います。ここからは日本を代表する特急つばめ、鳩誕生前の詳細をお話しさせていただきます。以下の章立てになります。特急列車復活と連合軍輸送、特急列車設定の役割、列車時刻に関すること、アテンダント乗務に関すること、特別二等車に関することという流れでお話をさせていただきます。特急列車復活と連合軍輸送。国鉄としては日本一の代表列車にしたいという思いがあったのですが、当時は占領中であり、何か事故で列車が遅れると最優先で運転されるのは軍用列車、進駐軍専用列車だったため、特急列車に優先権をということで民間運輸局 CTS へのお伺いを立てることとなり、その辺の交渉が進められることとなりました。当時の国鉄の輸送事情では、連合軍列車、急行列車、普通列車、貨物列車という序列があり、国鉄としては最上級の列車である特急を最優先で走らせる位置に持っていきたいわけで、特急列車、連合軍列車、急行列車、普通列車、貨物列車になるように交渉をします。当然のことながら、GHQ は連合軍専用列車を最優先で走らせるようにということで首を縦に振りません。粘り強い国鉄側の交渉で、特急列車、連合軍列車、急行列車、普通列車、貨物列車の序列が認められることとなりました。次に国鉄としては特急列車の時刻などを決定して相談に行くことになるのですが、これについては戦前の特急つばめのダイヤをほぼ踏襲、9時間運転、列車名は平和で行こうということで、東京9時発、大阪は12時30分発、戦前のつばめは東京から神戸間の運転であり、大阪は13時00分発だったのダイヤで設定しようとしたところ、再び民間運輸局 CTS 側から次のような物言いがついたそうです。優等列車の発車時刻は同時にすべきである。その辺を桜木町日記から引用しています。主要列車というものは東京と大阪を同時刻に出すべきである。しかもその列車番号とか名前とか変えるべきではない。現にニューヨークセントラルで一番いい汽車は 20th Century 号、20世紀号というし、またペンシルバニア鉄道のブロードウェイリミテッドという汽車の名前は長年同じ名前で同じ時刻に出ている。国鉄もそういう列車が決まったらそのままで出すべきだとの意見であった。で、引用終わりになっております。ということで、運輸局の一声で平和の運転時刻は東京、大阪とも同時刻に出発となったそうです。女性アテンダントの乗務にも言及。昭和24年9月から運転を開始した特急平和。運転を開始してみるとなかなか評判も良く、同年中に公募でつばめに再度愛称を変更することとなり、平和は昭和25年1月、つばめに改称されました。この成功に気を良くした国鉄は、今度は姉妹列車を出すこととなり、これを鳩と名乗ることにしました。ここにつばめ、鳩の2つの列車が誕生することになるのですが、ここでも民間運輸局 CTS から横やりというわけではないのですが、アメリカの主要列車には女性のアテンダントが乗務しているので、日本でも実施すべきだと言われたそうです。さらにつばめ、鳩ガールの制服についても民間運輸局 CTS が細かく指示を出してきたそうで、アテンダントの面接試験にも立ち会うという熱心さであったそうです。この辺を再び桜木町日記から引用したいと思います。で、その前にですね、こちらの方のつばめと鳩の、駅名と停車時刻の方ですね、ちょっとアップしてますのでね、こちらも参考にご覧ください。これ見ていただきますとわかるんですけども、つばめと鳩でですね、停車駅を割り振ってます。つばめが、沼津に止まる代わりに熱海と静岡を通過。で、その代わりに岐阜に停車する。で、代わりにですね、鳩の方は、熱海と静岡に停車する代わりに岐阜を通過するということで、お互いですね、停車駅の数は一緒ということでね、
これで7時間、そうですね、8時間運転ですね、ちょうどね、8時間運転になってます。で、ここからですね、ちょっと引用の方をね、読ませていただきます。ところが、この特急を出したところ、なかなか評判も良く、収入もいいので、今度は鳩も出すことになった。鳩も12時半、そう思い出せということだったので、昭和25年5月11日、特急鳩も12時半、東京、大阪発ということで運転を開始した。このため、戦後の特急は東京と大阪の始発時刻が戦前のように違うということにはならなかった。つまり、時間もアメリカ式の特急になったわけで、国鉄でもこれは国際列車としても大いにいいものにしようと考えていた。すると、今度、運輸局ではアメリカの主要列車にはしばし女のきれいなアテンダントが乗っている。日本でもアテンダント乗せたらどうか。これはぜひ必要だ。そして国際列車にしろ。ということを言ってきた。国鉄側でもそれはいいというので早速賛成し、部内からミスツバメ、ミスハトを募集することになった。というふうに書かれているんですね。で、ここでですね、実は東京では部内からの選考だったんですけども、大鉄局の方はですね、新たな臨時職員として募集したようです。で、ツバメ廃止時にはですね、多くのツバメガールは退職。で、ハトガールの方はですね、部内配点が行われたようですということで、ツバメガールが基本的に大阪の局だったんですね。で、ハトガールの方は、東京の、機関区の方での採用と、部内、そのためにですね、ハトガールの方は部内配点が行われたということみたいですね。で、運輸局でも、このミスハト、ミスツバメには、ことのほか熱を入れ、ご苦労にも、その選考試験には立ち会うというわけで、試験当日にはシャグノンやブレーデンなどが来て熱心に見ていった。この試験は東京と大阪両方で行われたそうです。ということでね、かなり熱心に GHQ の方もですね、来たっていうね、話が書かれてます。GHQ、CT ですかね。はい。ところが、この試験の結果、ミスハとミスツバが決まると、今度はそれにふさわしい制服を作ることになった。ところが、運輸局では、この制服のデザインまで見せろというわけで、早速見せると、この襟はもうちょっと短くした方がいいといったような意見まで出て、なかなか盛んであり、大変な内面指導部であった。こうして、東海道線の旅行士から親しまれているミスツバメ、ミスハドが世に出ることになったのであるが、これにも強い運輸局のリコメンデーションがあったわけで、これなどは占領秘話の中でも極めて明るいものであろう。引用終わりって書いてます。特急運転に際して特別二等車の導入を要求ということで、話は前後しますが、特急ツバメですが、昭和25年4月11日の特急派と運転開始とともに、特別二等車、現代のグリーン車が連携されることとなりました。これはリクライニングシートもない時代遅れの車両が認めないという GHQ 民間運輸局 CTS の釈野に対する強い要望というか強制があったようで、やむなく40両を発注することになったそうです。この時作られた特別二等車がスロ60といわれる形式で、定員は44人と現代の標準的な車両よりもゆったりとした設計になっていました。この車両は主に外国人専用として使われたようです。その後、当時の日本人向けにシートの間隔を定めたスロ50定員48人やスロ51定員52人の3形式が誕生しています。従来の向かい合わせ式の二等車は波二等、波路、リクライニング装備の二等車は特別二等、特路と呼ばれて区別され、特別二等車には特別料金が設けられました。これらの車両は現代のグリーン車の基礎を築いたという点では注目すべきものです。国鉄当局は当初はどう計算しても採算が合わないとして一等車扱いにしたかったようですが、許可が下りず、やむなく特別二等車という名称にしたわけですが、結果的に二等車の全体的のかさ上げができたと言えます。最後までご覧いただきありがとうございました。次回は第一次5カ年計画前の老朽資産取り替えや軌道強化の話をさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。